皆さん、こんにちは。今日は私たちが初めて野外ロケをした日のことを日本語でお話ししたいと思います。この日は少し曇り空でしたが、それほど暑くもなかったし、雨も降らず、外出するのにちょうどいい天気でした。この日、私が5分くらい遅刻してしまって、急いで走ってますね。今までたくさん動画を撮ったのに、どうしてカメラを避けたんですか？外での撮影は初めてなので恥ずかしかったんです。約束の場所はヨンナムドンでバスに乗って行きました。私と香織先生の家は近いので、待ち合わせをして一緒に出発しました。実は私、道に迷いやすいので、香織先生に一緒に行こうと誘ったんです。バスから降りて約束の場所に向かって歩いています。実は私と香織先生の誕生日は1ヶ月違いなんです。それで毎年合同で誕生日パーティーをしています。今年は編集者さんと一緒に美味しいものを食べに行くことにしました。平日の午前なので閑散としていますが、ヨンナムドンは夜になると若い人たちで賑わいます。約束の場所までの道が狭い路地なので、ちゃんと行けるかどうかわかりませんでしたが、方向音痴の私は香織先生を信じてついていきました。この日、香織先生の娘さんが体調が悪かったので、約束をキャンセルしようかとも思いましたが、幸い旦那さんが在宅勤務だったので、子供の面倒を見てくれることになりました。おかげさまで撮影を続けることができました。ありがとうございました。うちの娘が気分が悪いと言ったので、腸炎ではないかと心配しましたが、病院に行ったら冷房病だと言われました。ミソン先生もお子さんと一緒にいるときはエアコンの温度に気をつけてくださいね。はい、気をつけます。路地には小さくて綺麗なお店がたくさんありましたが、再開発予定という張り紙が貼ってあり、営業していないお店もありました。この場面は狭い路地にトラックが入ってきたので車を避けている様子です。皆さん、この黄色い髪の毛のようなもの、何だと思いますか？私、これ見て人間の髪の毛だと思って本当にびっくりしたんです。そうでしたね。ミソン先生はこれを見てびっくりして大騒ぎしましたよね。近くで見たら髪の毛の絵が印刷された布のようなものでした。私たちが来たのはビップドンという名前のお店です。開店は11時で、私たちが開店前に到着したにもかかわらず、並んでいる人がいました。いよいよ待ち合わせ場所に到着しました。お店の外観はこんな感じです。1号店と2号店が向かい合っています。私たちはニプドンブラックというお店の前に並びました。開店時間ぴったりに編集者さんが到着して、開店と同時に2階の席に座ることができました。インスタグラムでも話題になっていて、グルメ番組でも紹介された有名なお店です。ここの代表的なメニューは、贅沢丼とトマトヨノグス、そしてカニ味噌テゲタクチジャンです。贅沢丼は日本語そのまま贅沢な丼という意味で、ご飯の上に様々な刺身や魚介類を贅沢に乗せて食べる丼です。また、カニ味噌テゲタクチジャンのカニ味噌は、カニの内臓という意味で、これも美味しそうだと思ったんですが、私と編集者さんは珍しいトマトサーモンヌードルを注文しました。
私はこの日は贅沢したかったので、贅沢丼を注文しました。続いて各自が注文したメニューの名前が書かれた小さなカードが1枚ずつ渡されました。このカードの裏側には、それぞれのメニューの美味しい食べ方が詳しく書かれていました。まず、香織先生が食べた贅沢丼について説明してください。はい。贅沢丼は名前の通り、たくさんの種類のお刺身が山盛りになっている海鮮丼です。ご飯の上にマグロ、イカなどのいろいろな刺身を叩きにしたものを渦高く盛ってあり、その上にさらにエビ、ウニ、イクラなどがトッピングされていました。あと小皿に小さなしめ鯖が一緒に出てきました。親指の爪ほどの大きさでしたが、日本のしめ鯖と同じ味だったので驚きました。ミソン先生が食べたトマトサーモンヌードルについても説明してください。トマトサーモンヌードルは麺が入っているのではなく、サーモン自体が細長く切られていて、麺のように食べるものです。私、これめっちゃ美味しかったです。トマトもたくさん入っていてさっぱりしていましたし、サーモンにわさびをつけて食べたり、柚子胡椒を添えて食べたりしたら、より美味しく感じられました。編集者さんは、柚子胡椒が口に合わないと言ってましたが、ミソン先生の口にはあったんですね。はい。柚子胡椒は初めて食べたんですが、柚子のさっぱりした風味がサーモンの脂っこさをうまく抑えてくれてよかったです。トマトサーモンヌードルは暑い日にさっぱりと食べられるユニークな料理でしたし、サーモンを麺のように食べるのも面白かったです。サーモンが好きな人にはたまらないメニューだと思います。私もミソン先生に一口もらって食べたのですが、とっても美味しかったです。今度行ったら一人前頼んでみようと思います。ここからはまた私が食べた贅沢丼について説明しますね。贅沢丼の食べ方は、まず醤油をかけてからよく混ぜて、かじめという緑色の海苔のようなもので包んで食べるスタイルでした。味は全く生臭さがなくて、まろやかでとても美味しかったです。贅沢丼を半分ぐらい食べた頃、店員さんが味噌汁のような出汁を入れてくれました。この出汁はヒラメの骨で取ったスープがベースになっていて、日本のあら汁とお茶漬けを足したようなイメージでした。韓国ではお刺身を食べたらメウンタンのような汁物で締めますよね。贅沢丼もある程度食べてから日本のお茶漬けのように締めるところがとても気に入りました。一つのメニューを混ぜたり、包んだり、スープご飯にするなど、いろいろアレンジできて、目でも舌でも楽しめるメニューでした。口に合ったということですよね。口に合うどころか、とっても美味しかったので、次は家族と一緒に行こうと思います。食事を終えて2軒目のデザートカフェに向かいました。ヨンナムドンは道が狭い割に車が多いので、車を避けて気をつけて歩いた方がいいです。ミプドンから10分ぐらい歩くと、心からという名前のデザートカフェが見えてきました。ここは住宅をカフェに改造したそうです。それからここはプリンとティーケーキが有名なお店なのですが、ここのプリンは一般的なプリンではなくて、ティラミスのような滑らかでふわふわの食感が楽しめるスプーンですくって食べるスイーツです。注文した食べ物を受け取って2階へ移動しました。階段が狭くて急だったんですが、よりによってこの日長いワンピースを着ていたので転ぶんじゃないかとドキドキしました。
私たちは抹茶プリンとアールグレイティーケーキ、レモンシュガーティーケーキを注文しました。そして飲み物は全員温かいアメリカーノにしました。甘いデザートにはほろ苦いアメリカーノが合うからです。あ、カフェインが苦手な私だけカフェインレスで注文しました。ミソン先生はここで食べたスイーツの味はいかがでしたか？それぞれのスイーツが、私は抹茶だ、私はアールグレイだ、私はレモンだと集中している感じで、それぞれの材料の香りと味が際立つスイーツでしたね。スイーツだけを食べた時より、アメリカーノを飲みながら食べた時の方が、味が一段とまろやかになって、豊かな味が口いっぱいに広がりました。抹茶プリンを食べながらアメリカーノを飲んだら、以前日本でホームステイ先の家族と茶道体験をしたことを思い出しました。その時初めて飲んだすごく濃くて苦味の強い抹茶とものすごく甘い和菓子の味が本当に衝撃だったんですよ。これを別々に食べるのは苦すぎるし甘すぎるのでとても無理だと思いましたが、二つを一緒に食べたらお互いの味が中和されて程よく調和したので、それにまた衝撃を受けた記憶があります。茶道をしたとき、正座するのは辛くなかったですか？辛かったですよ。ところで質問があるんですが、日本人はなぜ楽に座ってくださいと言われても、床に座るときにあぐらじゃなくて正座をするんですか？日本では目上の人の前や改まった場所であぐらをかくのは失礼にあたることがあります。男性はまだいいのですが、特に女性があぐらをかくのはよく思われません。昔、着物を着ていた時代には、女性の着物は体にぴったり巻きつける形だったので、あぐらをかくのは不可能でした。また、女性が足を広げるのは行儀が悪いという伝統的な価値観も影響していました。じゃあ、私も一つ質問しますね。韓国では正座して足が痺れたら、指に唾をつけて、こんな風に何度も鼻につけますよね。なぜそうするんですか？そうやったら足の痺れが治るんですか？プラシボ効果じゃないでしょうか。うん、その行動をすると、なんとなく痺れにくくなるような心理的な効果なんだと思います。ああ、なるほど。楽しくおしゃべりをしていたらいつの間にか子供たちの下校時間が近づいてきたのでカフェを出ました。そうですね。私たちは子供たちの下校時間に合わせて家に帰らなければならないシンデレラおばさんですからね。私たちの野外ロケの話はここまでです。久しぶりに親しい友達と美味しいものを食べておしゃべりもして本当に楽しい時間でした。今日は編集者さんが私たちの誕生日プレゼントに作ってくれたケーキで2度目の誕生日パーティーをしようと思います。多彩な編集者さんはケーキも手作りしてくれるなんて本当にすごいですね。それでは火をつけてみましょうか。お、大成功。一緒に誕生日の歌を歌いましょう。Happy birthday to you.Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kaori. Happy birthday to you. おめでとう。おめでとうございます。ところで先生、日本には日本語で誕生日を祝う歌はないんですか？そういえば、
日本では誕生日の歌は英語だけですね。誕生日おめでとう。誕生日おめでとう。これはどうですか？なんか変。